トヨタのブースに来ました。やっぱりさすがにトヨタですよね。まずでかい、台数が多い、そして人がものすごくもう一番多いんじゃないでしょうか。この中ですごいんですよ。うちのね、トヨタ車持ってる車の中でまずあっちゃんの GR86 があるよね。そして80スープラがあるんだよね、はい、そして AN86 もあるんだよね、はい、トヨタ車で今その3台かな、俺のガレージの中で、はい、なのでトヨタ好きです。あまりアメリカで見かけないんですけど、アメリカでも発売になった去年の発売になった GR カローラです。かっこいいですよね。でここにあるこれはノーマルタイプのものなんですが、面白いのあります。失礼します。ニノさん、指摘したいところがあります。はい、これは、はい、オトマです。もっとね、はい、マニュアル車、前まではマニュアル車しかなかったかな。で、これオトマになったんですけど、はい、このミッションが、はい、サーキットを走るための、すごい、なんていうのかな、マニュアル車に負けないぐらい、もしかしたら、マニュアル車よりサーキットで楽しく運転できるようなミッションが開発されたそうです。ですごいなんか速そう、楽しそうな車ですよね。これでもね、ノーマルで、はい、ノータイプでもかっこいいと思わない？かっこいいです、なんだけど後ろの方を見てください、はい、その後ろに、はい、ニノさんの後ろにあるのはこれはエアロタイプのカローラなんですよ。見て、まず白黒がもちろん色がいいんだけど、こういうボディキット、こういうところとかこういうところとか、もうすごいスポーティーで、サイドのなんていうんですか、デフューザーというか、はい、サイドの方と、またこういうところと、これもいいよね。 GR4 のここに書いてあるのはなかなかだよ、細かいんだよ。でこれはいいよね。ほらウィングがこうなって、さらにここになんかダックかリップスポイラーもあることがなかなかだよ、かっこいいよね。でやっぱりこれは多分マニュアル車になるのかな。さっき聞いたところ、はい、やっぱりマニュアル車はもう今はね、この世の中マニュアル乗れる人がどんどん少なくなってきたため、もっともっとね売れるように、いろんな人にエンジョイしてもらえるように、オートマのタイプとですごいしっかりしたそのミッションとマニュアル車もあるという2つのタイプがあることですよね。これはかっこいいよ、めっちゃいい。これ欲しいよね。これニノさん、アメリカでこれ走らせたらめちゃくちゃ多分ね、みんなにサムズアップしてもらえると思いますよね。してるマニュアルミッションだし、俺はスティーブはどっちかといえばオートマも楽しいかもしれないんだけど、まあ年だからな。マニュアルアメリカはこう、日本はこうマニュアルミッションの方がいいなと思います。かっこいい。さすがトヨタはすごい車作ってますよね。あとやばいのは今かなりやばい発見したんだよ。これはもうスープラのね、この今のスープラなんだけど、ファイナルエディションのやつで世界に300台しかないそうですね。この車見てください、かっこいいよ。ファイナルとして、この塗装とかもね、ツヤなしのこのね、なんていうの、マットブラック、このマットブラックにカーボンファイバー、そして一番ね、これ俺は個人的に気に入ったのはこの中のシートですよね。薄い、見てこのレカロのシートの薄さ、薄くて、あとね、色の合わせは、色も合わせ方がこのファイナルエディションにここに書いてあるように、ほら A90 ファイナルエディション300台しかないことで素晴らしい車です。これはね、はい、もし1台が手に入れられたら、はい、いずれこれすごい貴重な車になるんじゃないかと思いますよね。かっこいいよね。これ後ろのデフューザーとウィングもうなかなかじゃないですか、ニノさん。このねウィングもかっこいいよ。とやっぱりこういうのはね、走らせるなら、F1 のこういうランプがめっちゃ似合うんだよね。かっこいい。アメリカにないかな。なんか日本とヨーロッパの話で聞いたんですけど、アメリカにはまだないか。どうかな。ぜひこれ1台買って帰りたいんだよね。すごい車。トヨタはさすがだよ。本当にすごいよね。見て、こんなに人がいて、
こんな素晴らしいブースと、そして後ろに今回はね、本格的にもう F1 だよね、の車両も1、2台が来てるのはすごいよね。トヨタにダブルサムズアップだよ。はい、ニノさん見てください。東京国際カスタムカーコンテスト2025年コンセプトカー部署の最優秀賞の車両のミッドシップのものも今開発中だそうです。これ見てください。普段はね、エンジンが前じゃないですか。これヤリスですよね。GR ヤリスは普段は前じゃないですか。でミッションがあってこうなんだけど、今度ミッドシップ、ここにエンジンを入れて、さらに馬力ともう排気量アップするものが今開発中だそうです。このエンジンになります。これ見てください。普段の 1.6 リッターのエンジンのターボが2リッターのエンジンをさらに排気量アップになる、パワーアップになる、バランスも良くなるんじゃないでしょうか。さらに楽しくなるんじゃないでしょうかね。このエンジンは今も開発中だっていうことが今度のちょっと楽しみですよね。今ダイハツのブースに来ました。よろしくお願いします。モータースポーツの裾野を広げて走る楽しさをみんなのものにということで、モータースポーツの、活動を紹介したいと思います。なるほど、いいですね。今回ドライバーもいるので、せっかくだから車をちょっとスティーブさん乗っていただいて、説明していただければと思います。わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。いいですか？はい、どうぞ。はい。おー、本格的な、ね、レーシングカーですよね。そうですよね。これもともとでも軽自動車ですよね。はい、軽自動車のミラーですよね。ミライス、はい、ミライスで、これはもともと普通の軽なんだけど、ラリー用とレーシング用にするとなんかさらにいろいろいじったりしているんですか？そうです。具体的にどういったことをやってるんですか？この車はですね、NA、はい、CVT しかないミライース、はい、エコカをターボマニュアルにして、スポーツカーにしてると、そういう車になってます。速いですか？そうですね、楽しくて楽しいんだろうね。全日本ラリーやガズーレーシング、トヨタガズーレーシングのラリーチャレンジに参加させていただいてます。やっぱり車重も軽くってですね、ロールケージ組んだ状態で700キロ台ということで非常に軽い。で、エンジンでどういったチューニングというか何を変えてるんですか？エンジンはですね、軽自動車のエンジン本体は全く触ってませんで、ノーマルのままです。で、ちょっとラリー車ということでコンピューターの制御を変えてます。なるほど、なるほど。これは賢いですよ。カップホルダーを別にダッシュを壊さないで、このままで使うと、ロールケージで。こういうところに携帯とかを入れられるようなところと、あとはそういったみんなで頭を合わせてこれがいいんじゃないかっていうところ、他に何かドリンクホルダーなくなったので、ここにあるということ。なるほどね。ターボマニュアル化したことでですね、ターボエンジン発熱量大きいので冷却が必要になります。ですよね。はい、インタークーラー。なるほど。で、ラリーの最中にラジエーターの水温が上がっちゃうということで、ここに純正バンパーの穴を開けました。で、冷却性能を上げたところタイムアップしたので、なるほど。そこは良かったということで、この新衣装、新デザインのバンパーにも同じ位置に穴を開けてます。かっこいいね。ありがとうございます。もうなんでかっこいいだけじゃなくて、本当にもういろんな意味では必要なデザインですよね。冷却エンジンがめっちゃ熱くなるからもっと空気が通るように、ターボにしたからもっとインタークーラー用にここに空気を入れないといけないという。今度のラリーの3月のイベントはぜひ頑張ってやってください。よろしくお願いします。ハイゼットジャンボエクステンド2という車です。こちらの軽トラックです。実はこれ、先ほどのミライスとの関連性があるんですけど、レースのサポートトラックになります。サポート用に何が違うかというと、まずここが開きます。サポート用の車のラリーレース用のサポート用に作られたものなんで、サポート。すごいね。
K だよ K。でちょっと待ってください。はいそしてこの横見てください。どうぞ。はい。すごい。あ、完全に開くんだ。横が。すごいね、ニノさん。でこの中で休んで、よくしたりね。はい。かけたり。相原君のウェアなんですけど、ウェアをかけたり。すごいね。はい。こんな感じで。素晴らしい。でここではゆっくりできると。ミーティングしたり、はい。着替えたり、はい。あとはこうタイヤを運んだりですとか。すごいね。ジャッキとか。はい。これはワンオフの車両ですか？ただナンバーちゃんと取ってるので、もちろんレースと一緒、車と一緒に走っていくことができます。なるほど。で中もこれジャンボなので、もちろん中がいいですか？はい。ジャンボで、これはすごいよニノさん。リクライニングがします。はい。どうぞ。いいですか？はい、失礼します。こっちにリクライニングレバーがここにありますんで、これでリクライいいな、これアメリカンスタイルで、運転できるんじゃない？これだったらこうだよニノさん。すごいな。よくいろいろ考えてやってますね。すごいびっくりですよ。素晴らしい車両です。ありがとうございます。はい、よくいろいろ考えたんですよね、これ作るのに。素晴らしい。いつも思うんだけど、日本はね、アメリカと比べて領土が狭いんじゃないですか、いろいろと。軽自動車という車自体がものすごい素晴らしいものだと思います。小さい中ではいろいろあるというね、そして楽しいというのもあるんだけど、さらに、まずラリーカーが作れるに、それ用のサポートにここまではできるというのは、この小さな車両ではすごいなと思いますが、よくできた車だと思います。これはダブルサムズアップですよ。自分は大好きな、大変お世話になっているワークウィルさんのブースに来ました。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。こちらVSKF という、昔販売してたモデルの、リニューアル、リバイバルっていうところの新製品になります。リバイバルって何か昔のものと変わったところが何かいろいろあるのでしょうか？いろいろあります。はい、教えてください。こういうスポークのエッジを小さくしたり、だからよりシャープにしてたり、なるほど。でクリーンにするとかはちょっとクリーンな形にしたり、なるほど。昔のままの設計だと、今の車に入らないんです。入らないし、強度基準っていうのかな、スタンダードが高くなっちゃってるので、それに合わせて再設計したので、リバイバルだけどリバイバルじゃない。なるほどね、そういう意味ですよね。ただデザインと与えるコンセプト、皆さんに見ていただおっていうところは昔のままなんです。なるほど。で、やっぱり多分インチアップとかをしたりすることになりましたかね。もともとは17からもう厳密に言うと15もありましたね。14、なるほど。じゃあ昔の17から18、19だったんですが、今回は18、19、20まで。わお。21まであるんですね。わあ、かっこいいです。もう発売になってるのでしょうか？かっこいいですよ。この車にぴったり似合ってると思います。はい。VSKF っていうアイテムです。VSKF。キングオブファイブスポーク。キングオブファイブスポーク、かっこいいよ社長。すごいかっこいいですよね。ここに書いてあるんですよね。はい。でシャープをつけました。そのシャープの意味は？リバイバルだから半音プラス。よう考えては賢いよね。すげえよ。かっこいいですよ。他の新しいモデルがたくさんあるようですが、ご案内いただけますか？はい。ああ、すごいラインナップですよね。そうですね。はい。こちらからはいどうぞ。はい。シーカーっていうモデルなんですけど、2ピースの1ミリ単位でセットを設定できる新たなやつで、要は鉄鎮風の
アルミ製のホイール。すごい。1ミリ単位で1ミリで変えれます。そういうことはまあ、ほとんどどのオフセットにもう対応できるということですね。はい、だから車によって、はい、辛い位置の具合とかのあったり。なるほど。それは本当に細かいところまでは調整できるという。すごいですよね。ちょっとレトロ的な部分があるんじゃないでしょうか。はい、これよく見るとかっこいいですね。はい、なんかアメ車っぽいイメージも少しなんか感じます。いけます。だからキャンピングカー的な感じとか、はい、SUV 的な感じとか、はい、そういうのも全然いけます。ですね。はい、で続きまして、はい、同じくシーカー。シーカー、はい。フィンディッシュタイプ FD というモデルです。はい。RXM-FD にも似合うんじゃないでしょうか。これももしかしたら FD と言いながらね、ですよね。そう、はい。なるほど。これまた色違いで、そうです。リップはバフで、ね、はい。なんかかっこいいですよ。なのでこっちがそういうちょっと鉄鎮風の感じの対照的にこっちはちょっとスポーティーなフィンで、はい、FT いいよスポーティーですよね。はい、これ LS アダマスというアダマス、はい、モデルになります。タンゾフォージドビレットのモデルになりまして、はい、まあブラッシュドと、はい、LS といえばスーパークローム。スーパークローム、はい、めっちゃ光ってちょっと確認していいですか。はい、わお、すごい光ってますよ。スーパーバフですよね、これは。で、これは6ホール。6ホールも5ホールもあります。もうある。はい、でも今ね、気づいてこのバフの技術でやっぱりあるんですよね。ワークさんがすごいと思います。ここまでやっぱりあれですよ。たまにまあ他のどの頃じゃないんだけど。バフしすぎると色がなんか曇ったりとかってする、全然そういうことじゃないんですよ。もう完璧な綺麗なホイールですよね。クロームなんですけど、この広い面を綺麗に仕上げるのって大変なんです。大変だろうなと思います。はい、この前工場見学させていただいて、いろいろ勉強になりましたが、やっぱりこの仕上げがやっぱ大変だろうなと思いますが、素晴らしいです。これは素晴らしいホイールです。はい。で続きまして、はい、シュバート、シュワット、はい、シュワット、はい、グラソンというモデルになります。グラソン、はい。まあフィンタイプのホイールになります。でこちらも1ミリ単位でオフセットを変えれる2ピースのモデルになります。なるほど。これはすんごい高級感があると思います。これやっぱりあれですか、クラウンとか LS のレクサスクラスにぴったり合うんじゃないかと思いますよね。かっこいい。ちょっとビップ的ななんか感じも見るともしますが、VIP なんか高級の高級車に合うようなですよね。はい。この上2つがイミッツ、はい。でイミッツのワンピース。イミッツは今まであったんですが、何か変わったんですか。そうです。イミッツは2ピースなんですけど、2ピース。これはワンピース。ワンピースでもできたということですか。はい。でセンターカバータイプなので、まあラグボルト、ラグナットが見えない状態。なるほど。これもものすごいある意味でまあ違うんだけど、これもすごい高級感がある高級車。もうビップ車も自分の好きなああいうね、セダン系のかっこいい車にはめちゃくちゃ似合うと思います。はい、細かいんですよね。そうです。作りが。イミッツよりスポークの本数増えてるんです。なるほどね。より優雅に。すごいスポークもう数えれないですよ。なんか目がおかしくなるんだけど。でもね、このカバータイプになってるから見えないじゃん。中がラグホールが、ラグホールがなんとマルチホールになってます。あ、そうなんですか。じゃあということは車種はいろいろ。そう、5の111.4.114.3と5ホール120とのまでの。なるほどね。じゃあワンピースのこの一つのホイールでいろんな車種にそのまま使えるということで可能ですね。このセンターカバーがなんと2ピースタイプになってて、これ外れるんですよ。なんと違うキャップもつけれます。さすがかっこいい。レクサスのセンターキャップがつけれる。なるほどね。さらにそれでカスタマイズはできるということですね。楽しめるような一品になってます。ですよね。オリジナリティもね。もできるということです。すごい。2色展開で、こっちがキラキラしたやつ仕上げ、これが
表面切削の横がブラックになってる、ブラックポリッシュになってますね。ブラックカットクリアと呼んでますけど、はい、細かいんですよねこれ。めっちゃこう見ると作るの大変だね。まあそうだと思います。見るだけでどんだけ大変なのかって、いや見学させていただいて、ワークウィールにもうちのスープラ80スープラ、そしてあっちゃんの86にマイスターですよね。もう本当にすごいお世話になってる。リムがあるっていうホイールが好きなのよね。大好きなんですよ。リムのある。ありがたい話です。まあレトロなおっさんなので、レトロなおばはんなんで。ありがとうございます。だから話が合うのかな。はい。いや素晴らしい。そうリップが。はい次に行きましょう。はい。続きましてマイスターね、大好きなマイスターです。はい。なんと30周年。30周年。もう30年間になったんですか。素晴らしいウィール。そのマイスターから SUV とかに向けてワンピース。ああ。6ラグ、6オールの5ラグもタイプもある。そうです。はいはいはい。今流行りのジムニーとかジムニーシエラ、ジムニーノマドサイズ。だからこのハブのが大きいということですか。なるほどね。これ多分永遠もうなんていうの飽きない。それと今もういけるんじゃないかと思いますよね。このウィールどんな車両にでも合うようなものなのでめっちゃいいです。じゃあ大きい6ホールのジムニー系のちょっとオフロード的な車にも使えるということですよね。レクサス GX とかですね。はい。いいですね。でこれもさっき社長が言ってくれたように、スティーブの好きなスタイルはこのリムのあるところがかっこいいですよね。はい。めっちゃ気に入りです。はい。ニューモデルのラインナップはここまでですか。ニューモデルがこの辺ですね。いや一つは言わせてください。工場見学させていただいて、もうすごい勉強になったことと。どんだけ多分ホイールを見るだけでどんだけ作るのに大変だっていうことは普通の多分一般の人が分かんないと思うんです。実際に見てみないと、それの日に見てもうますますなんていうんですかね、リスペクトというかメイドインジャパンのすごいホイールだなっていうことを感じて、そしてもうスープラ80スープラと86にの付けさせていただいているので。ワークウィール大好きですよ、個人的に。田中社長も大好きですよ。はい、元気な社長でいつも元気もらってるので、2サムズアップ、一緒に2サムズアップ、ダブルサムズアップしませんか？ワークウィールにダブルサムズアップです。いつもありがとうございます。藤井真理さんと一緒にいます。ようこそオートバックスブースへ。ボディーワークはこういうエアロパーツでめちゃくちゃ似合ってると思います。ここまでできるっていうのは日本じゃないと無理だなと思いますよね。ワゴニスさんのブースに来ました。